こんにちは。こんにちは。今日はスカジャンです。スカジャンといえば、スカジャン研究家でテーラー東洋の松山さん。松山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、キルティングのそのスカジャンっていうのを紹介したくて今日はやってきました。大好物です。はい。ちょうど今日後ろにもかけてあるんですけど、これはヴィンテージなんですけどね。はい。全部一応キルティング面っていうのを持ってきたんですよね。そうですね、はい。全部キルティングのスカジャンで。そうですそうです。それぞれ違うんですけどね。はい。これとかはもうすべてアイボリーのっていうかオフホワイトのステッチが入ってるんですけども、こちらなんかは黒に黒、シルバーには白みたいな感じでいろんなタイプがあるんですよね。ごめんなさい、それ俺ねあんまり気にしたことがなかった。ですよね。黒いサテン地に黒のはい、糸はいでキルティング。はい。これはシルバーに白の糸、はい、で袖の方も同じ色糸なので使ってるので、そっちは要は違う色だと目立つんですけどね。これはじゃあ逆に、はいはい、なじませてるんです。身ごろと袖で糸変えてるってことだ。そうですそうです。結構凝ってますよね。これは、そういう視点で見たことなかったですわ。やっぱりさすがに、キルティング面っていうのは、実際的には裏側っていうふうに、B 面っていうんですかね、いうふうに考えられるので、あまり皆さんそれ気にしてなかったと思うんですけど、実はキルティングにもいろいろあるんですよ。そうなんですね。キルティングがだから古いとか、キルティングだから年代が新しいとかっていう、それはないですね。ないんですね。中綿なしに対して、防寒性が少しアップした、キルティング、中綿入りっていうんですね。それ違うだけで、年代が新しい古いっていうのは関係なくて、すごい古いもう40年代後半からありますね。ここにあるキルティングのヴィンテージということは、これは全部中に綿が入っているということですよね。そういえばちょっと見せれるものがあるので、ちょっと持ってきていいですか。ぜひぜひ。すげえ。こちらなんですけど、ヴィンテージ。ヴィンテージです。ヴィンテージですで、やっぱりこの縫製紙がちょっと劣化しちゃってもう裂けてるので、そうするとちょうど中綿が見えるものがあったので持ってきたんですけど、これいわゆるくず綿なんですよ。なんかカラフルになっちゃってますもんね。そうなんです。いろんな糸が入ってるので、でこれっていうのはやっぱりくず綿なので、着てるうちにどんどん下に落ちてきちゃうんですよね、重力に負けて。いわゆる布団なんかで使うのは、あれは真綿、いい綿なんですね。これはくず綿ですね。くず。リサイクル利用に近い感じですかね、当時の。そうですそうです。で、こういう綿を入れてるので、それをキルティングのステッチで留める必要があったわけです。だんだん着てるとこれが落ちてきちゃうわけですね。どんどん落ちてきちゃうんです。そうなんですよね。すごいですよね。いやもうなんかもうぺったんこに潰れちゃってる感じは、これやっぱりヴィンテージだからですね。70年経ってますからね。70年以上。今もこういう綿使ってるんですか。いえいえ、テーラー東洋ではちゃんと綺麗な綿を使ってます。安心してください。安心しました。テーラー東洋のキルティング、新作なんです。こちら。これはね、いや見てる人の声を代表して言わせてもらうと、もう本当に困ります。かっこいい。いいですよね。これかっこいい。ちょっと自分でもすごいよくできたなと思ってるんです。いやこれはやられちゃうな俺。ちょっと詳しく教えてください。まずキルティングなんですけど、こちらは黒いボディに対してオフホワイトのキルティングステッチを施してます。これがかっこいいですね。どうでしょう。少しフェードさせてるっていうか、その虎の迫力をさらになんかポップな感じにしてると思いますね。いかつくなりすぎないというか。これ黒いボディに赤い虎ですからね。このコントラスト抜群ですね。これやっぱり赤一色の虎。ところどころ他の入ってますけど、なのでこの虎を抜いちゃうと、もう本当モノトーンのみなんですよ。白に黒いラインのリブ、で真っ黒なのでワントーンのボディなんですよ。袖下、あとその袖山のラインとかも全て黒なんですよね。なのでさらにこのオフホワイトというか白いステッチが目立つんですよ。そこにこの赤いこの虎がドーンとくるわけですよ。いや見た目のインパクトすごいですよね。インパクト完璧。
実はキルティング面っていうのは、先ほど申しましたけど、裏面というか B 面って考えるじゃないですか。ですけど、私はこのキルティングっていうのを表として今回考えてやらせてもらってるんですよね。ほう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 。なのでこちらが実は私は A 面として今回リリースしてるんです。はあ、そうなんですね。まだちょっと裏も見てないからなんですけど、でも A 面って顔してますね。もちろんです。この刺繍もまたね、俺もずいぶん勉強させてもらったんで、同色でも柄を出すということで合ってますか？合ってます、先生。迫力満点ですよね、これ。すごいですよね。運針でこう縞風模様が出てって。でしかもこの虎ちょっとこう顔が可愛いんですよね。それがまたいいんですよ。で実はこれ胸の方なんですけど、胸も赤い虎なんですよね。かっこいいですね。今まで見てきたスカジャンかっこいいのいっぱいあったんですけど、僕は大好きです。これですよね。これはかっこいい。これやっぱ赤虎みたいな感じで。そうですね。レッドタイガー。レッドタイガーですか。ヴィンテージなんかでもこういう柄ってあるんですか？あるけどすごい珍しいですし、やっぱコレクターの方が探してますよね。レッドタイガー自体が。しかも黒ベースだとすると相当やっぱりちょっと多分古着屋さんだとオーナーさんが手放さないんじゃないですかね。そういうものがベースになってると。そうですね。一般的には出回らないものだと思います。年代的にはどうなんですか、この柄？こちらは50年代中期ですね。50年代中期。もうスカジャンがね、一番盛り上がった時代ですよね。そういう意味ではね。いや、これはねかっこよすぎます。僕この白いステッチ、これがもう黒に白、たまらない。最高っすよね。たまらない。もうゾクゾクする。ありがとうございます。実はもう一つすごいポイントがあるんですよ。何かと申しますと、こちらはですね、そのキルティング面にロープのパイピングが施されてるんですよ。袖ですね。かっこいいですね。赤白で赤い虎に合わせて赤白なんですけど、実はこれってすごい難しいですし、ヴィンテージのめちゃめちゃ珍しい仕様なんですよね。ちょっと素人の私にはその難しさがわからないんで、分かりやすく触りを。まずこれ縫製しますよね。縫製してその後でこの状態でキルティングを上から叩いてるんですよね。順番的にはジャケットができまして、片面ですね。リバーシ片面できて、ここ実は生地が3つに分かれてるんですけど、この袖山のラインと別なんですか？別です。これをこのロープのパイピングでこういうふうに縫製してるんですよね。で縫製した後に綿をこうくっつけてステッチを入れて合わせてるんです。ちょっと分かりにくいかもしれませんけど、でも、おっしゃることを理解できました。よく見ると、これカメラで捉えられるか分かんないんですけど、パイピングの上に叩いてるんです。白いステッチがかかってますね。そうですそうです。これすごい難しいんですよ。さらっとやっちゃってますけど。すごい。最後にこのステッチが入ってると。そうです。言われなきゃ俺も素通りしちゃうポイントですもんね。片面だけでも十分に僕買う動機になってるんですけど、やっぱり裏面もですよね。気になってしょうがないです。リバーシブル面気になりますよね。よし、じゃあ早速ちょっといいですか。こちらなんですけどね。よいしょ。違う表情が出てきた。そうなんですよ。こちらがリバーシブル面になります。で実はあれですよ。こちらにもパイピングが入ってるんですよ。本当だ。両面パイピングが入ってる、ロープのパイピングが入ってるっていうすごい贅沢な作りなんですよね。これはもう同系色のパイピングなんですね。そうですね。こちらはネイビーと白のロープのパイピングです。で背中見ていただきたいんですけど、ジャパンマップ柄なんですよね。なんかゴージャスに見えるのはどこですか？やはりこの富士山、大きく描かれた富士山と、あとこの五重塔、あと桜ですね。そういう風景柄も一緒に入っているので、それで贅沢に見えると思いますね。豪華に。地名も多いですよね。この朝鮮半島もあって、いやこれはこれで色味とかもこれまた珍しい色味ですよね。刺繍。そうなんですよ。こちらブルーのグラデーションになってるんですよね。黄色は違いますけど、
はい、その淡いブルーから濃いブルーというふうに色糸を選んで今回やらせてもらってます。この屋根の、はい、五重塔の屋根とかが、はい、そうですね、グラデーションですね、ブルーの。あとこの桜のこの葉っぱもそうですね。はい、はい、桜の葉っぱ、はい、ブルーでそうなんです。本来はグリーンじゃないですか。でもこちら淡いブルーで表現してるんです。はあ、はあ、すごい。富士山の雪なんかも、はい、ずっとこうリアリティのある感じですね、これ。はい、でちゃんとこれ実は季節的にも理にかなってまして、ちょうど桜の咲いてる時期っていうのは、富士山まだちゃんと雪が積もってるんですよね。そうなんですね。これはちゃんとその季節的に表現されてます。はい。ちょっと前もいいですか。もう一回。胸はもう富士山、あと桜。桜がでかい。さあ日本って感じですね。そうですね。素晴らしい風景柄です。なんかでも全体のトーンがこちらもこちらで、まあ2色なんですけど、すごい落ち着いたトーンと言っていいんですか、これは。はい、もちろんそうですね。大人っぽいですよね。大人っぽいですね。でこちらもまあリブはもう見頃に合わせた逆にリブの色を使ってます。そっかそっか。それもやっぱりその落ち着いて見える一つの要因なんでしょうね。ちなみにこの面、これ年代的にはこちらも50年代中期ですね。50年代中期のものなんですね。朝鮮半島が入ってまして38度線も入ってますので。38って書いてありますもんね。そうです。なのでこれは50年代中期の仕様ですね。本来 A 面であるべきこっちをあえて B 面にしてっていう理解でいいですか。そういうことです。でも十分 A 面ですよね。この刺繍。いいですよね。僕も大好きですこれ。キルティングって言って、こうやっていろいろあるんですけど、細かく見ていくと、やっぱ全然特徴があるんですね、みんな。もう一着あるんですけど、紹介しちゃっていいですか。はい、またキルティングですね、これもね。そうです、キルティングです。今シーズンのキルティング2着目。はい。でこちらはですね、まず逆配じゃないですか。見頃がその薄い色で袖下が濃い色の逆配色。こういうものとの逆パターンってことですね。でこちらは白いキルティングステッチが入っているものですから、こちらは馴染むんですけど、黒い袖下の部分は目立つんですよね。これかっこいいですね。いいですよね。これがまた本当に魅力的なんですよ。でしかも見頃に関係のない赤いリブなんですよね。赤にこれはネイビーと白のラインが入ってるんですけど、これがまた全然そのボディの色と関係ない色を使っているところがまたヴィンテージっぽいんですよね。確かに。しかもこの柄を見てください。この柄はなんかあんまり見たことのないタイプ。そうですね。素晴らしい風景柄なんですよ。風景ですね。そうか。これ見てないか思いません？これ奥に富士山があって、五重塔みたいな、なんていうんですかね、塔ですね。塔があって、で手前はこれも植物。桜ですね。桜。ピンクでね。桜があって、こちら松ですね。これは。これ松林ですよね、きっとね。そうですそうです。で富士山が奥に見えてるってことは、三保松原。おっしゃる通りです。景勝地の。分かっちゃいました。ですよね、きっとね。そうなんです。はあ、三保松原だ。なんかもう今や世界遺産ですからね、この風景が。すごいですね。こちら桜って普通ピンクなんですけど、赤い色糸でも表現されてたりとか、あとこちらもおっしゃった松林もそうなんですけど、松の色してないんですよね。ただこれがこのシルバーのボディにすごい映えるんですよ。枝ぶりで松ってわかりますね。でもね。そうですそうです。これもこの柄としてはどうなんですか。よく昔はあった柄なんですか。いえ珍しいですよ。ヴィンテージも本当珍しい風景柄ですね。風景柄っていうもの自体がやっぱり珍しいんですか。そうですね。ワシトラ流の三大モチーフに比べると少ないですね。なんかね、富士山があって塔があってっていうと、さっきも見たのが似たような感じで、マップっていうイメージがあるんですけど、そうですね。マップではなく、要は風景ランドスケープのみの柄になりますね。豪華な刺繍です。美しいですよね。美しい。しかもこれ胸も見てもらっていいですか。こちらにも富士山と桜がいます。
富士山がやっぱり大人気なんですね、ランドスケープっていうと。そうですね、やっぱり富士山は日本の風景には欠かせないものですね。象徴なんですね。これ、年代的に言うと、これはどのぐらいの年代の？こちらも50年代中期ですね。ミッドフィフティーズ。ああ、そうですか。リバーシブル面を見てもらっていいですか？もちろんです。ちょっとまたハンガーをお願いします。お願いします。はい。こちらがですね、今度はブラックボディなんですよ。ブラックボディに袖下が赤。これ今日着てるやつですね。実はそうなんです。全然分かんなかった。これギルティングのを着てたんだ。そうですそうです。あ、すみません。こちらですね。まあこちらなんで同じなんですけど。またこれビビッドな色ですね。そうなんですよ。黒に赤、袖下が赤。この色のコントラストがいいですよね。なかなか見ない組み合わせですよね。そうですね、そうですね。ボディ黒で。ヴィンテージでもこの色の組み合わせはすごい珍しいです。ただやっぱりコレクターの方なんかもこういう色目は探しますね。まあ探しても出てきませんからなかなか。珍しいから。めちゃくちゃ珍しいです。でこちら竜の刺繍が施されてるんですけども。ということは前が竜ということは、もちろん背中も竜ですね。なんだこの竜は。双竜なんですけどね。まあ富士山が真ん中にありまして、でこの下からこう上を見上げてる竜と、上からこう下を見てる竜っていうことなんですよね。しかも両方とも全身描かれてる竜なんですよ。あ、そうか。普通双竜でも顔だけこうなんか向かい合ってるものっていうのは普通にあるんですけど、こういう全身描かれている竜っていうのがこう向かい合ってるっていうのはすごい珍しいですね。しかもなんかもうすごい細かいデザインの竜ですね、これが。そうですね。顔の周りとかにも色々といっぱい使って、あと鱗なんかもそうなんですよね。あ、細かいですね。刺繍された上から細い線でこう表現されてる鱗ですね。これは意図的に紅白なんですか？まあそうですね。赤と白でめでたい感じで。めでたいですね。はあ、紅白の双竜。やっぱりここにもちゃんとパシッと背景には富士山がいて。そうですね。やっぱりこの黒に赤のボディにこの富士山のもちろん白もそうなんですけど、この青いこの色糸っていうのがすごい映えますよね。ここでしか使ってないんですね、この青は。そうです。他では使ってない色ですよね。しかも薄い青じゃなくて濃い青なんですよ。これがまたいいんですよね。このすごい魅力的な部分ですね。もう両A面ですね、これ。もちろんです。一応両 A 面っていうのは私のコンセプトの一つで。もう欲張りだからな。本当に。いや、今回もかっこよくできました。かっこいいですね、これ。ちょっとね、いや俺石津にそんなスカジャン何着も買えないんですよ。どうしようって感じです。この先も怖いです。まだ出てくるんじゃないかと思うと。まだあります。まだあります。でもね、待てない。待てない。ぜひぜひ。待つとなくなっちゃうから。どうしよう。本当に悩む。いやー、キルティング深いですね。実は深いんですよ。いろんな表情がありますからね。いや今日はちょっと俺血圧上がっちゃいました。ありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。